今回はこちらのセリア毛糸1玉でクマの編みぐるみを編みたいと思います。計 100% の段染めの糸です。1玉で完成予定です。はじめに簡単な耳から編んでいきます。こちらが編み図になります。輪の作り目から細編みで6目編んでいきます。次に2段目は増し目をしていきます。では編み方の説明に入ります。6号針を使用します。このように輪の作り目をして針を入れて糸を出して鎖を1目編みます。そしたらここから細編みを6目編みます。2目3目6目編み終わりました。そしたら糸端を引っ張って動いた方から糸を絞っていきます。最初の目に針を入れて糸を引き抜きます。必ず毎段最後は糸を引き抜いて終わるようにしてください。2段目立ち上がり鎖1目編みます。そしたら細編みを2目ずつ編み入れます。また同じ目に細編みを編みます。これで1目増えました。同じ目に細編みを入れます。これで2目増えました。12目編んだらまた最初の目に糸を引き抜いて終わります。3段目鎖1目立ち上がります。そしたら3段目4段目は増し目なく細編みを編みます。4段目編み終えたらとじ分の糸を残してカットします。そしたら最初の糸端を裏側から始末していきます。裏
側から表に出ないように目に通して閉じていきます。もう一つ同じように耳を編んでください。頭の編み図です。輪の作り目から1段目細編み6目編んでいきます。9段目の2目一度の弦目の編み方がわからない方は、説明からご覧ください。このように頭と耳が完成したら耳をつけていきます。頭には、綿を詰めました。そして編み口はとじ針で半目すくって閉じました。立ち上がりのところが耳の裏側の真ん中に来るように折ります。頭も立ち上がりが顔の後ろの真ん中に来るようにします。この段染めの糸なのであまり立ち上がりの目が目立たないので、気になさらない方はそのまま、閉じていただいてもいいと思います。そしたら、1目めに糸を渡らせてから頭に縫い付けていきます。ちょっと立ち上がりが本当に見失って分かんなくなっているんですけど、では閉じていきます。外側の半目をすくいながら縫い付けていきます。少し弧を描きながら縫い付けていきます。編み終わったら縫い終わったら、糸をカットして
もう一つ縫い付けていきます。縫い終わりました。このように完成しました。そしたら鼻先の部分を編んでいきたいと思います。白い糸で編んでいきます。同じように輪の作り目から細編み6目編んでいきます。6目編んだら2段目は、3目目と6目目に細編みを2目編み入れて、8目になるように編みます。3段目は増し目なくそのまま細編み8目編みます。3段編んで終了です。最後このように糸の始末をします。後で、このように縫い付けていきます。ボディを編みます。こちらが編み図になります。こちらも輪の作り目から細編み6目編むところから始まります。ではボディの編み方を説明します。このように輪の作り目から細編みを6目編みます。1段編み終えたら最初の目に糸を引き抜いて、今度は2段目鎖2目で立ち上がります。2段目は中長編みを2目ずつ編み入れます。1目目に、中長編み2目ずつ編み入れます。段の目は取りません。立ち上がりの鎖は、目数には数えませんのでご注意ください。これで中長4目編みました。5目、6目、これで3目増えました。全部で12目編みました。最後は必ずこちらも糸を引き抜いてください。同じように3段目も中長編みを2目ずつ編み入れます。1目目の目に2目中長を編みました。3段目終了しました。4段目から8段目は増減なく中長編みを編みます。24目中長を編んでください。9段目から中長編みの減目に入ります。3目目は、中長編みを普通に編んで、4目目5目目と、中長編み2目一度
編んでいきます。ちょっと糸が割れるので編みづらいんですけど、一気に糸をこのように引き抜きます。9段目編み終えるところです。最後に、鎖の上のところ、最初の目に糸を引き抜いて9段目が終わります。10段目立ち上がり鎖2目編んだら長編みを1目編みます。そしたら鎖目を5目編みます。で、前段の目を2目飛ばして3目めに長編みを1目編みます。そしたら、中長編みを4目編みます。3、4で、また長編みを1目編みます。1目を中長編み多く編んでしまったのでほどいて長編みを1目編みます。また鎖を 5目編んで、2目飛ばして3目めに長編みを1目編みます。そしたらまた中長編みを4目編んで10段目が終わります。これで4目で、また最初の目に糸を引き抜いて10段が終わります。11段目は、立ち上がり鎖2目編んだら、もうここはずっと中長編みを編んでいくんですけど、長編みのところに、1目中長を編んだら、次は鎖になってるので、ここに即中長を3目編み入れます。目を編むんじゃなくて、もう針をそのまま穴の中に入れて編む形になります。編み終えたら、目に従って中長編みを編みます。6目編んでいきます。そしたらまた針を輪に入れて中長編みを3目編みます。2目、
3目、前段の編み目に中長編みを5目編んでいきます。これで編み終わりましたので、最初の目に糸を引き抜いて終了します。たらとじ分を残してカットしていきます。それではそのまま腕を編んでいきます。角に針を入れて糸を引き出して鎖1目編んだら、同じところに細編みを編みます。そしたら長編みの部分に細編みを2目編みます。2目編み終わりました。そしたら長編みの角部分に細編みを1目編みます。ボディの11段目の部分に細編みを2目編んでいきます。また長編みの角部分に細編みを編みます。長編みの部分に細編みを編みます。そしたらまた長編みの角部分に細編みを1目編んで、最後にボディの9段目の目に細編みを2目編みます。ちょっと何目編んだか分かんなくなってしまったので数え直します。あと1目足りなかったので、ここに細編みを1目編みます。で12目編み終えたので、もう一回確認しましたけど、12目編み終えたので、最後に糸を引き抜いて1段目終了です。今拾ったところを黒いマークで記してありますのでご確認ください。2段目から8段目は増減なくそのまま細編み12目で編んでいきます。最後の9段目は細編み2目一度の減目で編みます。立ち上がり鎖1目編んだら1目目と2目目の糸を引き出して糸をかけて一度に引き抜きます。これを繰り返していきます。
6目編み終えたら最初の目に糸を引き抜いて終了します。そしたら糸を引き出して閉じ分を残してカットします。糸端で、穴を閉じていきます。最初の目に糸を渡らせてから閉じます。たら目の外側半目をすくって閉じていきます。6目通したら糸を絞って穴を塞いで、あと、もう1周か2周、編み目に糸を通して糸をカットします。片方ができました。反対側も同様に編んで閉じてください。では糸の始末をします。脇の部分にちょうど糸端があるんですけど、ここのところちょっと穴が開いてる感じなので、その穴の周りに糸を通して絞る感じでこのように糸を始末しました。両腕できました。